こんにちは、アンナスです。今日はハーブの刺繍をしようと思います。カモミールとラベンダーとディルです。では手元の方にどうぞ。はい、ではラベンダーとカモミールとディルをやりたいんですけど、3つ並べるので同じサイズの中に収めたいんですね。なのでだいたい3つこうやって丸幅を描いておいて、この中でやっていきます。で、どうしようかな。色味でディルとカモミールが色がかぶっているので、本当なんかカモミールの方が猫が爪研ぎをしてますね。カモミールを真ん中にしたいんですけど、気持ち的にはちょっと端にしようかな。カモミールもだいぶ育ってるやつですね。この真ん中がどんどん育って帽子みたいになってる。で、こう斜めで、花びらは1、2、3、5枚ぐらい、入るだけ入れてもらって、で葉っぱV に描きます。で、だいたい植物ってこうやって2つずつ分かれていきますよね。でこう二手にこう分かれたら、またさらにここに葉っぱがついていくので、こういう感じ。これもここに葉っぱをたくさん生やしてもらって、で、真ん中をラベンダーにするんで、ラベンダーはちょっと細いので2本ぐらい入れようと思います。まず縦にこう斜めに2本入れて、もうデジデージステッチでバーっとやっていくので、こう粒をいっぱい描いていきますね。ちょっとこう離してちょんちょんってあったりするとちょっと本物らしさが出るんで、ここは多分ストレートステッチのを2本ずつ入れるみたいな感じで、こういう感じですね。でディル、カモミールとかがこういう曲がってるので、ディルもこう斜めにするんですけど、この辺にこうブワッとお花をしたいので、丸く描いといて、でまずここからこう枝を伸ばしますね。でこの先にディルのお花ですね、ちっちゃいあるので、ここも3つずつこうやって、フレンチノットでこうやっていこうかなっていう感じです。でこれもカモミールと一緒で、こうふわふわした感じのあれですね。サーモンとかサーモンマリネにするときにディル入れると美味しいですよね。自分ではやらないですけど、こういう感じで、こうするとこうふわふわした葉っぱができます。じゃあもうこれを布に移していきます。だいたい布の真ん中あたりにセットして、でチャコペーパーのインクがついてる方を下にして、ちょっとチャコペーパーがちっちゃいので1枚ずつ写していきます。なのでそういう時は紙と布を2箇所固定しておくといいですね。1箇所だとこれを支点に動いてしまうので、2個は絶対必要です。で力入れてなぞっていきます。もうフレンチノットは写さないでもう分かると思うので、頂点にフレンチノットすればいいので、この葉っぱも刺しながらちょっと数は調整してもいいと思います。入らなかったらもう1個減らすとかでもいいと思うんで、
こんな感じで写せました。じゃあ刺繍していきます。ではカモミールから刺繍していこうと思います。ちっちゃい波縫いを絵の中に入れてギリギリで留めて一つ前の穴に刺します。そうすると絡まるのでギリギリで切っても大丈夫です。じゃあ刺繍していきます。丸いものは端から塗り絵みたいにできないので真ん中に基準を入れます。で半分ずつ埋めていきます。で基本的には隣に刺していくんですけど、必ず隣っていうわけではないんで、前のところで隙間があったら戻って足してもいいです。で上半分が終わったら下半分も全部埋めてください。では丸いところができたので裏に絡めて終わらせます。もう2回絡めれば大丈夫なのでギリギリで切ります。で次は花びらを刺していくんですけど、続きをやるときは裏の糸を2回すくってください。もうこれで絡まってるので、花びらはもう縦に1本入れて、縦っていうか花びらの縦ですね。でこの絵だと横ですけど基準を入れて、で上と下と半分ずつ埋めていきます。はい、では花びらができたので次は茎を刺繍します。裏に絡めて、でアウトラインステッチで刺していきます。あんまり目が大きくしすぎると大雑把になるのでちょっとちっちゃめにします。少し先に出して前のこの糸をちょっとギュッと押して糸の下に刺します。糸割っちゃいけないんですね。でまた次ので半分ずつ重ねていきます。で1回刺したらもうずっと同じ方向しか刺しちゃいけないんですね。右とか左とかいろいろ刺すとガタガタになるので、もう今ずっと向かって右にしか刺してないんで右だけでずっとやっていきます。はい、では、アウトラインを作って、でこっちも真ん中はアウトラインですね。で上にストレートステッチを2つこうやって入れて、でまたこっちもアウトラインステッチ、もうしなくてもいいかな、ストレートでいいです。ストレートでも太さが変わるから頑張ってちょっと細かいんですけどアウトラインをやって、でここ両端はストレート。あとストレートの数はちょっとこう加減しながら、例えばなんかこっちも入れた方がここがすごい間が空きそうだったらちょっと足したりとかして、ちょっとこう足して間を持たせてください。はい、ではできたので裏に絡めます。アウトラインの線のところに絡める場合は何回も、普段サテンステッチの時は2回ぐらいで良かったですけど、ちょっと何回も絡めてしっかり留めるようにします。これで出来上がりです。次はラベンダーをやっていきます。はい、ラベンダーはもうサテンステッチがないんで下を玉留めにしてます。でいきなりアウトラインステッチからですね。1目作って
ちょっと先に出して半分重ねるんですけど、糸割っちゃいけないので糸の下に避けて刺すような感じで、ずーっと同じ方向に刺していきます。カモミールの時と一緒ですね。はい、上までいったら裏にぐるぐる絡めながら一旦下に折ります。これビュンって飛んでいくと糸が渡ってしまって裏があんまり綺麗じゃなくなるので、こういう時は必ず中を通していくんですね。で、ここの葉っぱに戻ってストレートステッチを1回だとちょっと細いんで2回ずつぐらいやると、ちょっとラベンダーの細いフレンチラベンダーでしたっけ、ちょっと名前を間違えてるかもしれないですけど、よくサシェとかにするやつですね。これでここ距離が近いからもうここはビュンと飛んで、でまたアウトラインステッチをしていきます。同じことの繰り返しですね。はい、では茎が全部刺せたので裏に絡めて終わらせます。で次はラベンダーやっていくんですけど、ここのどうしようかな、上からやっていくので玉留めで始めてもいいし、ちょっと裏にきっかけがあるからここの裏に2回ほど絡めて、これで止まっているのでベゼレジステッチをやっていきます。まず出します。で同じ穴に刺して楕円のサイズ頭を出してかけて上に引っ張ります。でそのまま外側、輪の外側に針を刺すとこれで止まってるので、このふんわり加減が結構重要で、ちょっと引き気味にしといた方がいいです。あんまりまん丸に残しすぎても変なんで。でまたちょっと下に、下書きでなんとなくこの一粒ずつ書いたんでそれの通りに刺していくといいんですけど、なんか足りなかったりしたらちょっと微調整して足したりとかしても全然大丈夫です。こんな感じで両端にずっと2粒ずつ作っていきます。はい、できたので裏に絡めて2回絡めたらギリギリで切って大丈夫です。ちなみにこれさっき言うの忘れましたけど、お花の部分は3本取りでやってます。他は2本取りですね。何も言ってない時は基本的に2本取りです。では次はリルを刺繍していきます。これもサテンステッチがないんで玉留めにしてます。下からアウトラインステッチですね。もう茎とか葉っぱはさっきやったカモミールと同じなんですけど、同じ方向に重ねていきます。では、上までいったら両端をストレートステッチで埋めます。もう2つでいいですね。でまた先からやるとちょっとやりづらいので付け根から生やしていくような感じで、またこの茎のところをアウトラインステッチをやって、で先に来たらまたストレートステッチ入れてっていう感じで全部埋めて、ここも一緒ですね。ここも先がストレートステッチ、中はアウトラインストレートステッチっていう感じでずっとやっていきます。
はい。では、葉っぱとかはもう、葉っぱと茎が全部できたので、フレンチノットをこの3つピッピッピッと出てるところに1つずつ作っていきます。まず出します。で、少し上を持って空中で2回巻きます。で、同じ穴に刺して、引き絞ってから下に落とすと出来上がりです。ちょっとちっちゃいので見づらいですけど、これがいっぱいできるとなんかディルの細かいちっちゃいお花っていう感じになると思います。はい。では仕上がったので、お水で図案を消します。私のはもうお水をちょんとつけるとすぐシュッと消えるやつなんで、もうこれで出来上がりです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。